こんにちは、レイルと開発の K です。今回の動画はご質問にお答えするシリーズの動画になります。この RC カースタンド、これ RC カースタンドなんですけど、一応。これ、自作するものですね。これの自作について、ご質問をいただいてましたので、今回実際にこれを作りながら説明をさせていただければと思います。で、いただいてたご質問っていうのは、C44 を想定しているということでいただいてたんですが、せっかくなので今回動画を作るにあたって WPL のマシンなら、大体どれでも載せられるというサイズでちょっと考えてみたので、それで作ってみようと思います。やっぱり汎用性があった方が、もしマシンが、種類が増えた時にも、どれでも載せられるっていうことで、便利だと思いますので、それでやっていこうと思うんですが、ただ汎用性を持たせることによって、逆に、やっぱり一つの車種専用で設計するのと違って、やっぱりちょっとぴったり収まらなくて、ちょっとスカスカだなとか、これですね、これ載せた時に、これ今、もう C14 とか24専用のサイズになってるんで、ぴったり収まるんですけど、これがですね、ちょっとスカスカな部分だったり、ガタがあるな、みたいな、そういう風になっちゃうっていうところはあると思いますので、そこはあらかじめご了承いただきつつ、実際に今回作ってみて、そのあたりについては、今回作るスタンドが、出来上がって、で、それをいくつかの車種にですね、合わせてみて、今回の寸法からこれぐらい調整すれば、この車種の場合はもっとフィットしますよみたいなところも一応お伝えできればと思いますので、自分はもう一車種だよと。で、それによりぴったりのサイズで作りたいよという場合には、それも合わせて参考にしていただいて、今回作るサイズから微調整しつつ作っていただければいいのかなと思います。はい。あとですね、制作に入る前にこのマシンスタンドがなんであった方がいいのかっていうところをお話ししておきたいんですけど、これはもうソフトタイヤの変形を防ぐためですね。特に V3 タイヤ、この C34 ですよね。C34 の標準で使われているこの V3 タイヤってやつが、これがやっぱりハイトもあって、で、これのソフトタイプってなると、すごいプニプニなんですよ。でこれを、車体の重量にもよるんですけど、結構カスタムして、金属パーツなんかがついて重い状態で、重量がある状態で、ソフトタイヤですと。これをずっと保管するときにこのままずっと置いとくと、ここがですね、変形しちゃうことがあるんですよ。ここがぷにゅっと潰れたまんま、その癖がついちゃうっていうような感じですかね。で、そういうことがあるんで、それを防ぐためっていうのが、やっぱり一番大きい目的かなと思います。で、実はサーキットを走るような競技用の RC カーを、ある程度本格的にやっている方なんかだとご存知だと思うんですが、準競技用のマシンって、保管するときにやっぱりタイヤの変形を嫌って、同じくですね、設置した状態で長時間放置するっていうのは、やっぱりしないようにするんですよね。で、WPL はどっちかっていうと、その、お気軽ラジコンみたいな感じで、お値段もお手頃ですし、機構上もですね、そんなに準競技用マシンで、1台キットだけで何万円もするような、もう10万円近くするような、もしくは本当に10万円ぐらいするような、そういうものに比べて、もう全然お気軽なラジコンで、機構上もそんなこだわって管理するものでも正直ないとは思うんですけど、ちょっとタイヤだけは、どうしても結構柔らかくてちゃんとクローリングで使っても耐えられるような性能になっているっていうので、逆にですね、この柔らかさがあだとなって、長時間置いとくと変形しちゃうっていうのがあるので、そこだけはちょっと良ければですね、ちょっと気を使ってもらうといいんじゃないかなと。で、今回マシンスタンド作りますけど、別に最悪、保管するときにひっくり返しといてもいいと思いますけどね。ただ、せっかくスケールモデルなんで、見た目がかっこよく気に入った感じで作れてたら、さすがにちょっと逆さまに保管しとくってちょっと寂しいじゃないですか。なので、ですね、何かしらの方法で、タイヤが接地しないように、ここはフリーの状態ですね。保管していただくのがいいんですけど、それで今回紹介させていただくのは、せっかくならちょっとこういうそれっぽい雰囲気で、保管するっていうので、自作のスタンドですね。こういう方法もありますよっていうので、参考にしていただければというので動画にさせていただいてます。もちろんご質問いただいてたっていうのもあるんですけど、はい。というわけで、ここから実際に作ってみたいと思います。で一応、作りたいものとしては、これ専用で、
できてるものなんで、一旦ちょっと予習じゃないですけど、こんなものを作るんですよっていうので、見ておいていただければと思うんですが、プラ棒ですね。これで使ってるのは、このタミヤさんの 5mm の角棒。5mm の角棒を使って、形としてはこんな感じ。で、ここはプラ板を使ってるんですけど、こんな感じでちょっと爪を設けてるんですよ。爪を設けて、これが、ここにこう、ぴったりはまるようになってるんですね。サスアームの付け根あたり。ここと、ここ、サスアームの付け根あたりに、こうピタッとはまるようになってて、で、ここにこうはめてしまえば、そう簡単にずれて落ちてしまうっていうことはないような、そんな構造になってます。で、これを今回はいろんな車種にそれなりにフィットするような形で、大体どれを乗せても乗せられるっていうような寸法で作っていってみたいなと思います。あと、使う道具か。使う材料と道具なんですけど、材料はこれと、この 5mm の角棒と、あとは、厚みは何でもいいと思うんですけど、1.5mm はあった方がいいと思います。今回 1.5mm でやります。で、2mm とかもあるんで、もちろん分厚い方がより安心感がありますので、2mm にしてもいいと思います。今回はこれが 1.5 ですね。1.5mm やつのプラ板を使いますと。なので材料としてはこの2つか。この2つだけで、当然これを接着するのに、これ接着剤ですね。接着剤が必要だったりっていうのはあるんですけど、基本的な材料としてはプラ棒とプラ板だけ。であとは、プラ棒を切るのにこれですね。知ってる人は知ってると思うんですけど、このオルファさんの、これ普通はここにデザインナイフで、普通のデザインナイフ用の刃をつけるんですけど、こういうプラスチック用のノコギリの刃も売ってるんですよ。でこれを使うのがやっぱり手っ取り早いかなと思います。で、あとは長さとか測らなきゃいけないんで、こういう定規があると便利ですね。あとこれか。これがあるとだいぶはかどるんですけど、これ、ちょっと正式な製品名は字幕で出しときますけど、このジグですね。これ何かっていうと、もう切り出しちゃってあるんですけど、こういう風にプラ棒を切った後に、これ今回使うやつ、もう切ってあるんですけど、これどういう風に切ってあるかというと、長さ測って、これで切って、で、ここの垂直角がやっぱりそんなに綺麗に出ないじゃないですか。手で切ると。で、それをここにこう当てて、こうやってこすると、直角がある程度出るっていう。めちゃくちゃ正確ではないんですけど、もう手作業に比べたら断然正確に直角、垂直が出ますので、これがあるとすごく便利です。もちろんなくても、このスタンドなんで、そんなにもう乗ればいいじゃないですか。乗ればいいんで、そんなに正確に精度を出す必要はありませんので、なければ最悪手作業で全然組んでしまって問題はないと思うんですけど、やっぱりこういうのはあると便利かなと思います。で、さっきも言ったように、今回組み立てるやつも切り出してあるんですけど、もう今回分かりやすいように2種類だけにしてみました。長さですね。長いのと短いの、もうこの2種類だけで、長い方が 75mm。75mm で切ってあります。で、短い方が 56mm。56mm ですね。で、本数は 75mm が8本。で、56mm が5本。これでいきます。で、あとプラ板で、ここの部分ですね。この爪の部分。これを作りたいんですが、これはですね、これが 5mm なんで、これに合わせたサイズ感で、10mm×10mm の正方形を切り出しておいて、それをまずペタッと貼って、で、乾いた後にここ斜めに、こう、組み立てた後ですね、接着した後に、斜めにカットしちゃうっていう方法でいこうかなと思いますので、4箇所ですね。4箇所に必要になりますので、10mm×10mm の正方形の、プラ板を4つ用意します。じゃあ、ちょうど今回これが 5mm の角棒なんで、これ2本、こんな感じで、この辺はそんなに正確にやる必要はないと思いますので、適当に当てがって、で、こんな感じでやれば、2本なんで、これで 10mm ですよね。5mm と 5mm で
10ミリ。で、これを、ここから取れるかな。これで、ちょっと一旦切ってみますね。で、切れ目入れて、今回の場合そんなに綺麗に切らなくていいと思うんですよ。なので、切れ目ちょっと入れてペンチでこう曲げてやれば折れますので、これで、一旦これ今、10ミリ幅になってますので、またこれを10ミリ、10ミリ、10ミリで切ればいいと。なので、まあ、ここは、ほんと適当でいいと思います。1、2、3、4つ取れましたね。4つ取れたんで、これで、もうこの辺フリーハンドでいっちゃいますけど、こう切れ目入れて、で、その切れ目に合わせて、まあペンチでパキパキ折っていけば、こんなんでいいと思います。はい、これで 10mm×10mm が4枚できましたので、プラ板についてはこれで OK。で、今回切り出しちゃってあるんですけど、もちろんプラ棒を切らなきゃいけないんで、ちょっと一応その切り方、例ですね。僕の場合こんな風に切ってますっていうやり方もご紹介しておきます。さっきのこの 5mm 角のプラ棒ですね。これを、1本取って、で例えば 75mm だったら、1本、そんなに正確じゃなくてもいいんで、もちろん、なるべく正確に越したことはないんですけど、75mm のところで印つけて、一回切っちゃうんですね。で、今回そんなにキチキチに設計してないので、1ミリぐらい前後しても大丈夫です。で、75ミリで印をこうつけましたと。で、こういう何かの木の端材とかがあるとやりやすいんですけど、これを使うのに使いやすいので、何かこう木の端材かなんかがあったら、そういうものに乗せて、で、最初は、この印つけたところですね。こう、怪我は気をつけてくださいね。怪我気をつけながら、ここ、なるべく正確にこう切って、こんな感じで。で、もちろんなるべく垂直にですね、切りますと。で切ったら、ここで活躍するのは、さっきのこれですね。今切ったところを、フリーハンドで切ってますので、正確な垂直は出てないと思いますので、これでこんな感じで押し当てながら、こするんですよ。で、この時に、いつまで削ったらいいのっていうのがあると思うので、これ一応僕のやり方、これも本当に参考までにって感じで、こう油性マジックかなんかで、削る面を、ちょっとバッテンを描いてます、いつも。バッテン描いて、一応これが消えるまでっていうのを目安に、僕の場合はしてます。なので、これで、こすって、こうすると、今ちょっとしか削ってないですけど、ちょっと残る場所があるんですね。ここが残ってると、まだ面が出てないってことになるかなと思いますので、これで、こうこすってあげて、そうですね、ここにまだほんのちょこっと残ってますよね。これが消えるまでを目安に削ってます。そうですね、これで、だいたい全部消えたんで、OK かなと。で、これにですね、一本もうこれを基準に、印をつけちゃいます。こんな感じで。これが基準だよっていう印をつけて、僕の場合はもう、これが、一応長さ測りましょうか。一応長さ測って、そうですね、これで、だいたいぴったり 75mm になりましたので、これですね。これで、まあ、ある程度大丈夫かなっていうのを1本できたら、これを基準にして、基準マークつけて、これからの、これ本数いっぱい出てきますので、どれが基準だったかなっていうのが、似たようなのがガシャガシャあると分からなくなっちゃうので、一応この印をつけて、これが基準だよと。で、これをですね、目安にどんどん、これで長さを測ってどんどん切り出していくっていう風にしてます。
そしたら1本基準にしてますので、大体似たか寄ったかの長さで、本数増やしていくことができるかなと思いますので。で、ここ切っていくんですけど、さっき、ここフリーで切った反対側の方がそのままなんで、ここもやっぱり、印をつけて、適当でいいですよ。こんな感じで印つけて、で、やっぱりここも削ると。こんな感じで、まだ残ってますね。ここ残ってるんで、これが消えるまで削ると。はい。全部消えましたね。これで面が出たなっていう風になったら、さっきの、これですね。これを、こう、ぴったり揃えて、ここですね。ちょっと指で触ると大体わかると思うんで、ぴったり合ってるなっていうのが。ぴったり合ってるなっていうところに合わせて、で、そのまましっかり押さえて、もうたくさん切らなきゃいけないんで、これぐらいの適当な作業でいいと思うんですよ。どんどん切ってます、これで。さっきの1本目の基準のこの棒ですね。これを当てがって、ここ合わせる。で、もうそこの、ここの角を使って刃を当てて、こう切ると。で、ある程度刃が入ったら、もうこれ外しちゃっていいと思います。外しちゃって、そのまんま切ると。もうこの作業の繰り返しですね。で、この切ったところをまた印つけて、面取りというか、面出しですね。面を出して、で、完成っていうのをどんどん繰り返していきます。これで 75mm を8本と 56mm を、5本か。5本取っていくという、作業になります。なので結構地道ですね。結構地道な作業になるんですけど、で、こんな感じで全部切れましたよという風に準備します。でこれを今度接着していくんですが、丁寧にやる場合は全部プラ棒の周りですね。一皮剥いてあげた方が接着も強くできますし、塗装する場合はその塗装も足付けになるので、より塗装がちゃんと食いつきますので、できれば4面ですね。全部ペーパーでささっとでいいと思うんで、こう一皮剥いておくといいと思います。で、今回はもうこんな土台じゃないですか。マシンスタンドで土台で使うものなんで、そんなに綺麗に塗装の仕上がりっていうのは気にしなくてもいいと思いますので、もう800番とかで、こう、1面、で、2面、3面、4面みたいな。こんな感じで、一皮剥いとくと。これで、ちょっと繰り返しになりますけど、接着がちゃんとできる、塗装もちゃんと食いつくっていう風になりますので、やらなくてもいいとは思うんですけど、できればやった方がいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、やらずに進めましょうか。僕はやらないです。やらないですけど、丁寧にやる方は全部やりましょう。ちょっと撮影したいんで、ちょっと早く撮影進めたいんで、このままいっちゃいます。一応本数チェックしておきますか。75mm が2、4、ローの8。あれ？そうか。さっき切ったから多いのか。8。で、56mm が1、2、3、4。あれ？足りない。4。ありました。4、5。と、これですね。10mm×10mm の四角いやつが4つ。もうこれであとは接着ですね。で、ちょっと接着剤を多めに塗りながらやっていきたいんで、ちょっとなんかこういういらない段ボールかなんか敷いてやるといいんじゃないかなと思うんですけど、今回の組み立て方としては、この長いやつ、短いやつ、これで長方形を作ります。で、ここに長いやつを4本立てます。こんな感じで。長いやつを、これで4本立てて、一旦この形を目指します。これで接着してって、で、その後、
これを横に入れる感じですね、こうやって。こんな感じで。で、ここにも同じく長いやつを入れて、まあまあ、この状態ですね。この状態にしていくと。なので、まず、この長方形を作りたいんで、ただこの長方形は、直接こうやって接着するんじゃなくて、こうですよね。こうなって、この角にこれがこう入る。こんな感じの構造になりますので、そうですね。一旦、この長いやつで、こうしましょうか。これを、ここ、接着面は、一応、真面目にやる場合は両方塗ります。これは正しいやり方だと思います。こうやって接着するところ両方ですね。どちら側にも適量を塗って、で、こうくっつけると。で、このタミヤさんのプラ棒に、もしくはプラ板に、この普通のタミヤセメントを使ってる場合は、まあやっぱり相性がいいので、比較的早めにくっつき始めるんですよ。なので、こうくっつけて、比較的早めにくっつき始めるんですけど、ある程度はしばらく動くんで、こう、くっついてはいるんですけど、まだ溶けて固まっていく最中なんで、こう、ちょっとぐらいずれても動かせるんですよ。なので、こうつけて、ちゃんと位置見ながら、これで1個できたみたいな。で、もう1個、長いやつ、同じですね。長いやつ、長いやつ、長いやつ。これで、同じのをもう1個作ります。こんな感じですね。こんな感じで、つけて、これで、同じのができましたよね。で、これを、短いやつで繋いでいくって感じですよね。なので、ここか。ここにちょんって塗って、ここにちょんって塗って、で、ここにも塗って、で、もう一本、ここにも塗って、あ、これ基準に使ってたやつですね。ほら、印がついてるんで。でこれを、さっき塗った方、こっちですね。これに、こう接着すると。こんな感じで。で、やっぱりここもちょっと塗っといてあげて、で、ここも塗って、あらかじめちょっと溶かしとくってイメージですね。両側をちょっと溶かしといて、で、接着していくと。で、この時に切り出した時の端材のプラ棒でもいいと思いますし、これから使うプラ棒でもいいと思います、別に。これで、ちょっとこう、当てがいながら、面を揃えてあげると、より綺麗に。この接着したところが、微妙にずれたりしてると思うんで、この辺をですね、これをちょっと添えながら、こう、面を揃えてあげると、より綺麗に接着できるんじゃないかなと思います。結構長時間動かせるんで、むにゅーって感じで動かせるんですよ。この接着したところが。これでちゃんと綺麗にくっつくかなっていうのを見ながら整えると。で、そうこうしてるうちにだんだんとくっついてくると思うんで、あと気になるのは多分直角だと思うんですけど、この直角は、もし直角が見れるような定規とかそういったものがあれば、それで合わせていただくといいんじゃないかなと思います。なんて言うんでしたっけ、差し金とかなんか、そういう系の、これなんか直角が測れるやつ。こんな、これかなり本当に直角測るやつですけど、こんな大げさなものはなくてもいいと思うんですけど、普通直角の定規あるじゃないですか。ああいうのでこう、ちょっと合わせて、こう、合わせてあげると、より正確に作れるんですけど、そんなに正確に作らなくてもいいと思います。こんなのはもう、自分が納得すれば、別にね、誰に文句言われるものでもないので、適当なら適当でいいと思います。はい。これで、ある程度形が見えてきたっていう感じですよね。で、ここに、こう、追加していくんですけど、こんな感じで。ここの高さをやっぱ合わせたいなっていう。
綺麗に合わせたいなっていうのがあるので、これ乾かしてる間にでも、もう、これもあくまで僕のやり方ですけど、今回ここですね、ここの、見えないです。ここの高さ。ここの高さは、35ミリぐらいがいいかな。35ミリにしようと思うので、こういう時は、僕の場合は35ミリの棒を1本切り出しちゃいます。これで、また35ですね。35。で、結構適当ですよ。こう35ミリ測ったら、もうその辺みたいな感じで。で、一応、これで面だけ出して、で、これでですね、接着剤塗りたいんで、その塗る場所の目安っていう意味でも、この下側だけちょっと印つけて、はい、こんな感じで印をつけて、でもその高さにですね、ざっくり接着剤を塗っちゃって、で、やっぱり両面ですね。両面に塗って、で、ここに、こう入れていくんですけど、この時に、さっきのこの35ミリって切ったやつを、目安に入れて、で、ここは35ミリなんで、こう、合わせますよね。合わせたら、これ抜いちゃって、で、こっちも、これ入れて、今ここちょうど隙間ちょっと空いてますけど、これはですね、こうピタッと合わせる。こんな感じで。で、これを抜いちゃう。っていう風にすると、この基準にした正確な35ミリじゃないかもしれないんですけど、この1本だけを使ってこう、それぞれですね、高さを合わせていきますので、ある程度正確に接着できるんじゃないかという感じですね。この辺はそんなに仕上がり綺麗じゃなくてもよくて、しっかり接着できるっていうことの方が大事だと思いますので、あんまり見栄えは気にせずに、むしろちょっと汚いぐらいの方が、鉄骨作りみたいな感じの、ちょっと武骨さが出るから逆にいいかなぐらいでいいと思うんですけどね。これで、ここも接着して、こんな感じですね。で、また同じですね。これで高さを合わせて、こんな感じで。で、ここも高さを合わせて、もうこれの繰り返しですね。これで、あと、ここと、ここも同じように接着します。もうこの両側測るのめんどくさいな、みたいなの真ん中に入れちゃうみたいな感じでもいいと思います。こんな感じで。パッと見で思いっきり曲がってなければ、そんなに気にならないと思うんで。はい。こんな感じですね。こんな感じで、もうかなり形になりましたと。で、あと、ここですよね。これ。この真ん中のやつ。上だけ今回真ん中入れてるんですけど、これもなくても正直いいとは思うんですけど、なんとなく見た目と強度的にあった方がいいかな、みたいな感じで。これも正確にやりたい方は、ちゃんと測って長さを。真ん中ちゃんと出して印つけて接着っていうのがいいと思うんですけど、僕はこれぐらいの場合は目見当でやっちゃってます。この辺が真ん中かなみたいなところに。こうやってやって、一回つけるじゃないですか。で、つけて、気になる場合は、まだ動かせるので、この状態で、一応、この両側測るみたいな。そうすると、例えばこっち測って、35。こっち測って、あ、すごい、35。ぴったりでしたね。これがもしずれてた場合は、これちょっと微調整してあげるっていう感じで、十分かなと思います。そうですね、こっちも35。35。大体大丈夫ですね。はい。これで、とりあえず形にはなりましたので、
このままそーっと乾かしておけばいいんですけど、まあ、この時点で、ちょっと今撮影しながらなんでこのまま強行でやっちゃうんですけど、できればこのまま1時間とか乾かして、ちょっと強度が出てから、今度はこれですね、これを貼り付けるっていう作業に、移るのがいいのかなと思うんですけど、ちょっと今回はこのままいっちゃいます。でここはマシンを直接乗せるんで、さすがにちょっと皮むきしときますけど、こんな感じで。プラ板の表面ってツルツルしてるじゃないですか。あれを一皮むいて、ヤスリでザラザラにするといいって感じですね。接着の強度を出したいので。なんで本当はこっちも磨いた方がいいんですよ。磨いた方がいいんですけど。これで、これをですね、こんな感じで、このプラ棒の5ミリ分塗って、で、こっちもちょっと塗って、ここにくっつけます。で、この時に、やっぱりある程度基準で、同じ高さに貼り付けたいっていうのがあると思うんで、この5ミリの角棒の端材かなんかを使って、こう上から5ミリぐらいのところみたいな。これでこう高さをちょっと添えて、この5ミリの角棒のこの5ミリっていう幅を使って、ここちょっと測ったって感じですね、今。これで同じ高さに貼り付けていくと。で今一旦4箇所全部貼ったんですけど、まだまだ乾く前なんで、これで高さをゆっくり合わせればいいと思います。はい、こんな感じで、だいたいすべて同じ高さに貼り付けたっていう状態ですね。これで、できれば、一晩乾燥させるがいいと思います。さすがに、このタミヤセメントで普通に接着してるだけなんで、理想は、一晩放置でしっかり乾燥させるっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、今回のこれも、さすがに撮影してるとはいえ、ちょっと乾かさないといけないんで、ここで一旦中断して、乾燥ですね。乾燥させたいと思います。すいません。多分動画ではもう字幕ですでに出てたと思うんですけど、今回初めてこれ挑戦してるんで、ちょっとやっぱりミスがありましたね。これ、10ミリ10ミリで作りましょうって言ったんですけど、ちょっと横幅長い方が良かったです。20ミリ。20ミリがいいですね。なので、ごめんなさい。今回、もう動画では字幕ですでに、ここは20がいいですよって出てたと思うんですけど、ちょっと作り直します。まだこれ間に合うんで、もう剥いじゃいます。さっき接着したばっかりなんで、ちょっと一回剥がしちゃって、こういう失敗を繰り返しながらやるのも工作だと思いますので、ただ、動画で間違ったのを言うのは良くないんで、もうしっかり字幕で出しといたんですけど、こんな感じで、僕自身もですね、いつも失敗しながらやってます。じゃあ、どうしよう。今回、これが確か2センチぐらいあるんで、この幅が、この定規。たまたまですね。で、これを使って、ここでした。ここが18ミリでした。2000こっち22ミリの幅で、こっち18ミリだったんで、2センチがいいと思うんですけど、18でも足りると思うんで、すいませんね、なんか適当で。でもこんなもんで、これ18でいきます、今回。なので、18から20ぐらいでいいと思います。これで、これ今、18ミリの幅で、カッターで切れ目入れて、で、折ります。で、あとはさっきと一緒ですね。もちろんこの辺、もっとこういう形の方がかっこいいじゃんみたいなのがあれば、全然アレンジしてもらっていいと思います。これさっきと一緒ですね。もう1センチ適当にフリーハンドで、ある程度目安で、こう1センチのとこに印は入れたんですけど、ここはフリーハンドでいっちゃいます。でやっぱり同じくパキパキ折って、
で、やり直しですね。さっきの、ここに、今作り直した。これを、付け方はさっきと一緒です。同じようにつけていきます。はい。というわけで、なんか見にくいです。こんな感じ。こんな感じで、接着をし直しましたと。ちょっと長くなりましたね。これ長すぎて気になるなっていう場合は、もちろん、後で微調整、パチンパチンってニッパーで、こんなの切っちゃえばいいんで、とりあえず、ちょっと余裕を見て、こんな感じで進めていきます。じゃあ、このまま乾燥ですね。しっかり接着したのが硬くなるまで乾燥させたいと思います。はい、じゃあ、一旦ある程度乾きましたので、今、さっき、ここ接着してから、そうですね、3時間ぐらい乾かしたんで、ある程度固まってますよっていう状態で、で、ここでいろんな車種にちょっとこれを合わせて、最初の方に言った通りですね、今回の寸法でもし車種を絞る場合は、もうちょっとここを詰めた方がよりぴったりになりますよ、みたいなところをですね、一応紹介させていただこうと思います。まず C1424 系。C14 も24もシャーシは共通なんで一緒なんですけど、これちょっと当ててみると、こんな感じで。で、横がですね、ちょっとガタガタします。ここが、ちょっと幅を広く作ってあるんで、ここがちょっとガタガタします。で、これをもうちょっとぴったりに詰めたいっていう場合は、それがさっきのこれと同じ長さになるんですけど、ここの横の短い方の棒ですね。これを、52ミリ、56じゃなくて52ミリにしてもらうとめちゃめちゃぴったりはまります。ここですね。ここはこんな感じになります。で、次に C3444 系。これ C34 の1になっちゃってますけど、下は一緒なんで、C34 は、実はこれに合わせてあるんですよ、この横幅を。なので、これはもう、このまんまでぴったりきます。ただし、ミッションなんかを変えてる場合は、もしかしたらプロペラシャフトが干渉してしまう可能性がありますので、なんかないかな。これが多分ダメですね。これが、メタル2スピードになってるんですけど、なんか、プロペラシャフトがこう、横に寄ってしまうような車種、こういうものにしてる場合に、そうですね、ぴったり収まりそうなんですけど、ここに干渉しちゃうんですよ。で、その場合は、適宜、ここニッパーで簡単に切れますので、パチンと落としてもらって、こう、干渉しないようにしてもらうといいかなと。で、なるべくギリギリでカットしておくようにすれば、多分、C1424 をやっぱり載せたいなっていう時にも、一応足りると思いますので、ちょっとそこはですね、お手持ちのマシンと相談しながらカットしてもらうといいのかなと思います。で、あとは B シリーズですよね。B シリーズも一応合うように今回していって、合うよな。よかった。合いますね。これも一応フレームがぴったりはまるようになってるんで、ただちょっとここ前後しちゃいます。もう、シャーシの構造上ですね、引っかかるものがないので、ここはちょっと多少前後にこう動いちゃうんですけど、乗せる分には全然支障ないかなと。こんな感じで B シリーズも載せることができるようになってます。ただ、さすがにですね、この6輪系 B、これは16か。B16 とか B36 は、あれちょっと、取れちゃって。B16 とか B36 はですね、無理ですね。めちゃめちゃギリギリ、なんとか乗るんですけど、ちょっと後ろについちゃいます。ただ、6輪系は、6個のタイヤで支えるんで、正直そんなに凹むことはないです。タイヤが変形しちゃうってことは少ないので、僕は個人的には6輪はですね、あんまり気を使わずに、もうそのままポンって置いて、結構長期間保管するときも、そのまま置いとくときもですね、結構そのままポンって置いてます。なので、6輪も、こうスタンドに乗せたいよっていう場合は、これ今なんとかギリギリ乗るんですけど、
もうちょっと、こっちがちょっと今、こんな感じになっちゃうんで、もうちょっとだけ、この長い方の棒を、多分あと5ミリ。そうですね。5ミリとか長くして、もうちょっとこっちに行くようにすれば。今このタンクに引っかかって、これがこれ以上こっち行かないんですよ。なんで、あと5ミリ程度でもこっちに伸ばしてあげれば、多分支えられると思いますので、ちょっとその辺は、まあ、6輪は他の動画でも言ってたんですけど、もう WPL のマシンの中でラスボスなんで、これを組み立ててるような人は、もう勝手に自分で作ってください。このもっと上手に作れると思うんで、もし6輪用のスタンド作りたいなという場合は、まあ、横は56で間違いないと思います。56でやってもらって、で、長さはですね、ちょっと適宜、こう、うまくなんか、かっこよく作ってください。というわけで、まあ、4輪系、4駆系は、もうこのスタンドで、ほぼほぼカバーできると思いますので、大丈夫ですよね。C1424 やって、C34、あと C44 か。C44 もいけるはずです。C34 はさっきやって大丈夫だったんで、一応 C44 もやっときましょうか。そうですね。いけますが、今これちょっと、ミッション、シフトチェンジの、ここに引っかかっちゃってるんで、これは、ここをちょこっとカットしてあげれば、パチッと、ちょっと短くして合わせてあげれば、全然、そうですね、いけますね。いけますので、今回ちょっと、ここ 18mm にしましょうって言って、長めに取ってあるんですけど、これはちょっとお手持ちのマシンに合わせて微調整してもらえばいいかなと。なので実際ちょっと一応ギリギリの長さだけ確認しておきましょうか。これギリギリっていうのは C1424 系にはちょっとここの幅が横が長すぎるんで、どのぐらいまで短くできるかっていうところで一応確認しておきます。そうですね。ちょっとこれ画面だと完全に分かりにくいと思うんですけど、ここがこう横に揺れちゃうんですね、こうやって。で、短くしすぎると、ここのサスアームがドンと落ちちゃうんで、これがですね、今、ちょっとざっくり測ると、一番端まで寄せたときに、1センチは出てないとダメっていう感じ。だから、18ミリって言ったんですけど、正確にはギリギリで作るなら、15ミリか。15ミリにするといいですね。ここから、ここで見たときに、ここですね。ここで見たときに、10ミリ出たい。ってことは、この角棒が5ミリなんで、5ミリから10ミリ出るってことは、全部で15ミリにしておけばいい。っていうことになりますので、結果、ちょっとやってみて分かったって感じで申し訳ないんですけど、先にお伝えできなくて申し訳ないんですけど、15ミリでやっとけば、まあ、大体何にでも合う、みたいな感じになりそうということで、間違いないと思います。なので、実際切ってみましょうか。15のところで。15。で、ここも15。4箇所全部ですね。15印つけて、まあ大体ですよ。大体で。ここ切っちゃって、で、全部、今、15に合わせて切り飛ばしましたと。で、一応これはもう、好みの問題ですけど、ここの爪の部分ですね。なんとなくこの、四角のままっていうよりは、ちょっと、こう、見た目的にですね、ちょっと斜めになっちゃった方が、それっぽいかな、みたいな感じで、こんな感じで、斜めに線書いて、で、ここも同じく切り飛ばしちゃうと。ここですね、ここを、こんな感じで、同じくここも4箇所全部ですね。切り飛ばして、で、こんな感じになりました。これで、C1424 系も、そうですね、落ちない感じで合いますし、C44、これは
あ、ちょっと当たっちゃいますね。すいません。ちょっと当たっちゃいますわ、これ。これでもまだ、ミッションに、めっちゃ微妙に当たりますね。ちょっと落とします、ここ。多分、これでも、ほんのちょっとですけどね。この C44 合わせで、カットしたんですけど、これで、合いますね。なので、ちょっと C44 も載せたいよっていう方は、かなりギリギリですけど、ちょっと原車合わせで、めっちゃギリギリで切ってみてください。で、今、これ切って載せることが、できましたと。で、今こっち、ほんの1ミリいくかいかないかぐらいさらに詰めたんですけど、これで C24 載せても、そうですね、ギリギリ落ちないぐらいになってますので、なんか、ほんとやりながらで、ちょっと、どんどん変わって申し訳ないですけど、ここ14、かなりこだわって作る場合は、14ぐらいでいいと思います。なので、この出っ張る部分が9ミリって感じですよね。そうですね。9ミリぐらい。ここから9ミリぐらい出っ張らせるっていう感じで、多分かなり多くの車種で、ミッションに対応するっていう感じにできるかなと思います。で、あとはさすがにいろんな組み合わせがありますので、まあこれをお手持ちの車種に合わせてですね、一旦こんな感じで作ってみて、で、お手持ちの車種にこう当てがってみて、で、あとはご自身で、まあ、すべてのお手持ちの車種に合うようにしたいという場合は、ちょっと原車合わせで微調整していただければと思います。で、もちろんこれ、今、このままだと真っ白なんで、これをですね、お好みの色に塗るっていうのもぜひしていただくといいんじゃないかなと。で今回この最初にお見せしたこれなんですけど、これの色はですね、本当にザ・鉄骨みたいな、鉄骨に錆止め塗料を塗っただけの状態みたいな色で、これ僕結構好きなんですけど、これがですね、なんかすごいやる気ない感じの名前なんですけど、ダルレットっていう、タミヤさんの、ラッカーの瓶入れのやつで、LP の18ダルレットってやつがあるんですよ。これがですね、このザ・鉄骨みたいな色になるので、まあ、よければ参考にしていただいて、この色でもいいと思いますし、あとはやっぱり、それっぽい色ってなると、黄色とか赤とか、まあ、あと青とかでもいいと思うんですけど、なんかカスタムショップに置いてありそうな鉄骨で組んだこういうやつの色みたいな、そういう色に塗っていただくのも結構かっこいいんじゃないかなと思います。じゃあ今回ですね、ちょっと動画はここまでになりますが、これをですね、さらに一晩乾かして、で、ペーパーでさらに整えて、で、サーフェーサーかなんかを塗って、で、その上からですね、お好きな色に塗っていただいて、で、さらに、まあ、これは汚し塗装も適当にやってあるんですけど、こんな感じで、まあ、これは車体、ボディと一緒ですよね。ボディと同じような感じで、ちょっと汚し塗装なんかをしていただくと、まあ、さらに雰囲気も出ると思いますので、そんな風にしていただいても、よりいいんじゃないかなと思います。じゃあ今回これまだ乾かさないといけないんで、これで終わりますけど、また塗ったらですね、別の動画で紹介、軽くですね、何かの動画のついでに紹介できればと思います。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。